めなニューラージ、ウィローモスそれぞれの成長を待ちたいと思います。はい、今植えたものを、温室に移動しました。気づいたんですけど、見てわかるかな、アクアテーラーズさんの育つソイルがね、全然水を吸収してる感じはしないんですよね。上の方は湿ってるように見えるんですけど、この横側が全然濡れてる感じがしないんですよ。ここはね、完全に乾いてるんですよね、土が。ここまで水入ってるんで、ここまで水入ってたら染み込んで、この辺も湿るはずなんですよ。乾いてる感じになってるんで、あまり吸水力がないのかな。時間をかけてじっくり染み込んでいくのかもしれないんで、もうちょっと時間を置いてみたいんですけど、そのプラチナソイルに関してはちゃんと染み込んでるんですよ、全体に。こういう感じで全体的にこう均一に染み込んでるんですよ。赤玉土に関してもちゃんとここまで水が入ってて、ここに全体に染み込んでる感じがあるんですよ。育つソイルがあれで染み込んでる状態なのか乾いてんのかよくわかんないですね。もうちょっと様子を見てみます。はい、あれからね半日ぐらい経ったんですけど、今見たら育つソイル水が染みています。はい、こんな感じね。ちゃんと水が染みていることが分かりました。ということは水がソイルの中に染み込むまでに時間がかかるということですね。ということはイコール水が外に出ていくのにも時間がかかるということになります。ソイルがガラスに設置している部分がこういうふうに水でね水滴がついているように見えるんですけど、これはソイルの接地面ですね。これの隙間の距離を見てほしいんですけど、これが育つソイルで、これがプラチナソイル。水で満たされてる感じになってるんですよ。はい、今後どう成長していくのか楽しみですね。アクアテーラスさんの育つソイルがあんまり水を吸収してる感じがなかったので、ちょっとわからないですね。はい、もしかするとその保湿が保たれるのであれば逆にいいかもしれないです。生乾きみたいな状態がずっと続くのであれば、そっちの方が酸素が入るので、もしかしたらいい結果が出るかもしれないですけど、吉と出るか凶と出るかちょっとわからないです。はい、これちょっと楽しみになってきました。違ったんで吸水力というか、実はプラチナソイル良かったんですけど、プラチナソイル若干ね水染みすぎやなって思ってたんですよ。もしかしたら育つソイル使えるかもしれないです。ちょっとやってみます。アクアテイラーズさんの味方するとか全然ないんで、正直に結果報告したいと思います。はい、それでは、またね結果報告、楽しみにしておいてほしいっていうのかな。またね、経過報告したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。それではさよなら。